ROMEO にオープンギア誕生。トップレスって気持ちいい。スポーツギアも好評。ますます楽しい三菱 RVR。 うわ遅れる遅れる、早く行かなきゃ見逃しちゃう。クライマックスはすぐそこ。10周年の東京ディズニーランドはチャンスがいっぱい。見逃さないで。今週のショービズラインナップ、まずはじめは第66回アカデミー賞ノミネート。そんな中、続々と新作が登場する全米映画興行成績ベスト10。新作「エースベンチュラ」でおかしな私立探偵を演じたジム・キャリー。ハリウッドを風刺した映画「I'll Do Anything」の映画批評。そしてジェームズ・ブルックス監督と出演者たち。新作「ロミオ・イズ・ブリーディング」で共演したゲイリー・オールドマンとレナ・オリン。アメリカデビューから30年、いまだに人気の衰えないザ・ビートルズ。そしてアメリカの最新チャート2月12日付ビルボードトップ10と続きます。この番組は事実が作る高度な触れ合いソシオテックの三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ショウビズ。ワイドにするならこのサイズ。ワイドにするならこのサイズ。36型ワイドビジョン。迫力も感動もぐぐっとワイド。ワイドにするならこのサイズ。三菱 CZ ワイド36新登場。36は三菱だね。三菱。それはイメージで選ぶほど単純な問題ではなかった。アートネイチャーは信頼の売上高ナンバー1。自分の髪を生かして増やせます。チョイスナンバー1。マープでふさふさ。ナンバー1アートネイチャー。As the Best Picture nominees of 1993 are The Fugitive, Arnold Kopelson, producer. In the Name of the Father, Jim Sheridan, producer. The Piano, Jan Chapman, producer. The Remains of the Day, Mike Nichols, John Calley, and Ishmael Merchant, producers. And Schindler's List, Steven Spielberg, Gerald R. Molen, and Bronco Lustig, producers. ハリウッドの人々は2月9日もまた早起きをすることになりましたが、これは地震のせいではありません。毎年恒例の夜明け前に行われる行事のためです。映画アカデミーはオスカー像を間もなく手にする可能性のある人々の名前を発表しました。ユダヤ人を労働力として使い、利益を得ながらも数千人のユダヤ人をホロコーストから救った曖昧なヒーロー、オスカー・シンドラーの物語が作品賞、監督賞、オリジナル脚本賞、主演助演男優賞など12部門にノミネートされました。We recreated, probably the most horrendous event in recorded history, and in recreating it, there wasn't a lot of happiness. There was no happiness, and there was a lot of heavy hearts making the picture. ノミネーションの中には意外なものもありましたが、シンドラーのリストは当然と受け止められました。He has been snubbed by the Academy before. He's been ignored. With the color purple, of course, he got a Directors Guild of America nomination as Best Director, but did not get a Directing Branch nomination from the Academy. So finally, he's come up with a film that simply couldn't be ignored. 監督賞部門でスピルバーグのライバルジェーン・カンピオンがピアノレッスンで候補になり、この部門では史上2番目の女性候補者となりました。ホリー・ハンターもまたこの作品で主演女優賞にノミネートされましたが、彼女は今年面白いレースに出場しています。彼女はザ・ファーム法律事務所で助演女優賞にもノミネートされており、エマ・トンプソンと2部門で競争することになりました。トンプソンは火の名残と死の祈りをでノミネートされています。これはオスカー史上初の出来事です。
ピアノレッスンと日の名残の両作品は作品賞、監督賞を含め8部門にノミネートされ、2番目に多くの部門の候補となりました。主演男優賞部門ではフィラデルフィアで高い評価を受けたトム・ハンクス、シンドラーのリストのリアム・ニーソン、そして最近受賞経験がある父の祈りをのダニエル・デイ・ルイスと日の名残のアンソニー・ホプキンスがノミネートされました。I was very proud of it, but it doesn't change you. It makes for a sort of, I suppose, a higher profile in Hollywood or in America. Maybe it makes a few people jealous. I don't know. ティナでアイク・ターナー役を演じたローレンス・フィッシュバーンは初のノミネートでその朝は興奮したようです。I'd be a liar if I said I didn't think about it last night, but I thought it best that I get some sleep. In the event that things went the way they have, I would be rested and able to talk to people. 同じくティナでアンジェラ・バセットも主演女優賞にノミネート。When this happens, this is just icing on the cake because you know, it's, oh, I had no idea, I mean, it's just wonderful, but you know, you worked hard. バセットのライバルは6 Degrees of Separationのストッカート・チャニング、トアの会いに来てのデブラ・ウィンガー、そして先ほどの2人です。助演女優賞はエイジ・オブ・イノセンス、汚れなきジョージのウィノナ・ライダー、ピアレスのロジー・ペレス、ピアノレッスンで11歳のアンナ・パーキン、19歳のレオナルド・ディカプリオが助演女優賞にノミネート。他にシンドラーのリストのラルフ・ファインズ、父の祈りをのピート・ポスルヌウェイト、逃亡者のトミー・リー・ジョーンズ、シークレットサービスのジョン・マルコビッチ。重要な作品賞にはシンドラーのリスト、逃亡者、日の名残、父の祈りを、ピアノレッスンがノミネートされました。監督賞にはスピルバーグ、ジェーン・カンピオン、ショートカッツのロバート・アルトマン、父の祈りをのジム・シェリダン、日の名残のジェームズ・アイブリーがノミネート。しかし今のところスピルバーグが有力です。When a film comes into the Oscar nominations as successfully as Schindler's List just has, you don't get all those nominations and then not win. You go on to win. So I think that Universal and Amblin Entertainment and Steven Spielberg, of course, have got to be very happy today and looking forward, with relish to the Oscars. 多くの人がオスカー授賞式を首を長くして待ち望んでいます。今年のアカデミーの司会は女優でコメディアンのウーピー・ゴールドバーグに決まりました。4年連続で司会を務めたビリー・クリスタルの後任となる彼女は女性として、そして黒人として初めて単独で司会を務めることになります。彼女自身は91年に映画「ゴースト」で助演女優賞に輝いています。今週の10位アイアン・ウィル。先週6位から4ランクダウンの勇気と愛の冒険映画。家族や農場を守るため父を亡くした少年が犬ぞりレースに挑戦します。主演マッケンジー・アスティン。9位インターセクション。こちらも5位から4ランクダウンした大人のドラマ。フランス映画過ぎ去りし日ののリメイクでリチャード・ギア、シャロン・ストーン、ロリータ・ダビドビッチが三角関係を演じます。8位ブリンク。2週目で4ランクダウンしたサスペンススリラー。盲目だった女性が手術で視力を回復しますが殺人事件を目撃したばかりに。主演マデリン・ストー、エイダン・クイン。7位グランピー・オールドメン。放題ラブリー・オールドメン。こちらも3位から4ランクダウンした頑固じいさんライバル対立コメディ。主演はおかしなカップルのジャック・レモンとウォルター・マッソー。6位シンドラーズ・リスト。放題シンドラーのリスト。先週7位から再びワンランクアップしたスピルバーグ監督の話題作。第二次大戦下のポーランドで多くのユダヤ人を救った男を描きオスカーに最多ノミネートされました。5位初登場 I'll Do Anything。 ブロードキャストニュースのジェームス・L・ブルックス監督によるハリウッドを軽く皮肉ったコメディ。ニック・ノルティが売れない俳優に扮し子育てに悪戦苦闘します。4位初登場 My Father the Hero。 フランス映画さよならモンペールを主演のジェラール・ドパルデュをそのままでリメイク。
10代の少女の恋が可愛く描かれます。3位フィラデルフィア。7週目もワンランクダウンでクリアしたエイズをテーマにしたヒューマンドラマ。ゲイの弁護士を演じたトム・ハンクスはオスカー主演男優賞にノミネートされました。監督ジョナサン・デミ。2位ミセス・ダウト・ファイヤー。放題ミセス・ダウト。ワンランクダウンといえどもしぶとく上位をキープし続ける大ヒットコメディ。離婚したパパが子供恋しさのあまり女装して家政婦に変身します。主演ロビン・ウィリアムズ。1位初登場エース・ベンチュラ・ペット・ディテクティブ。いきなり1位に飛び込んできたテレビの人気者ジム・キャリー主演の探偵コメディ。動物探し専門の探偵がマイアミで大騒ぎ。共演ショーン・ヤング。人気テレビコメディ番組インリビングカラーで知られるジム・キャリーは新作映画エース・ベンチュラで規制を発する奇妙な演技にますます磨きがかかったようです。I work from within, you know, and if they can capture that little spark, that little thought, that little intention, that's all I want. I don't want this. I want this. ジム・キャリーは行方不明の動物探しを専門とする私立探偵エース・ベンチュラ役を演じています。マイアミの人気フットボールチームのマスコットが誘拐されエースに取り戻してほしいという依頼が来ます。キャリーのクレイジーな演技にはほとんど限界というものが存在しないようです。Hey, maybe I'll give you a call sometime. Your number still 911? Oh, righty then. I guess I did get a little big in this part. I know. I mean, it's just like if I ever hear like anybody say, you know, he was too big, I'll just die laughing. コートニー・コックスによると彼のおかげでセットではたびたび苦しめられたそうです。I found myself wanting to just burst into laugh. Well, I did actually. I got in a lot of trouble because I couldn't stop laughing. Courtney and I had a rough time like getting scenes done a lot. That was really my only problem this whole movie is just keeping a straight face. They were constantly sending me out of the room like a child. Do anything to embarrass me in front of camp. What? Like this? Hi, Captain Stubing. キャリーは撮影中自由になりすぎたとか。I don't know if I'll ever be able to completely stick to a script again. 撮影が終了後も役柄を引きずりました。It's hard to come down, you know. It makes it difficult to live with me, you know, because I come home and I say, you don't understand. I just walked on the moon. I can't take the garbage out. Down the hallway here, we have another... しかし彼の演技は伝統的なコメディにのっとったもの。The best comedians to me are the ones that completely disrespect what's going on. You know, they're in their own world. They have their own view of it. That's what works to me. I just can't do it, Captain. I just have the time. 続いて新作「I'll Do Anything」の映画批評をお届けします。But this isn't a comedy. Then we're in a lot of trouble. Because they're already fall down laughing at the teaser trailer in 5,235 theaters. Yes, it's a comedy. マットはあることを経験するまではパンチを受けることに抵抗を感じませんでした。Don't talk to strangers. They may be monsters. Take your vitamins so the poison in the food can't hurt you. 娘ジーニーは生意気盛りでまるで現代版シャーリー・テンプルのようです。We can't get the yellow dress because it's underneath the plane. Why don't you run under there and get it? It's underneath the plane, so we can't get it. I want my yellow dress! Don't hit her! 新人のホイットニー・ライトはこの生意気なジーニー役にぴったりです。映画で彼女のパパ役を演じるニック・ノルティでさえ抱きしめたいと思ってしまうほどあなたのハートをくすぐり魅了してくれます。この父と娘は厳しい都会で生き残っていくために必死に戦います。I don't make movies for theaters that serve cappuccino in the lobby. I make popcorn movies.
ブロードキャストニュースのアルバート・ブルックスは浅はかなプロデューサー役にぴったりです。ジェームズ・エル・ブルックス監督はハリウッドを軽くパロディしたコメディを生き生きと描いています。この作品でブルックスはかつての作品「愛と追憶の日々」ブロードキャストニュースのように残酷な現実をユーモアと変えることに成功しています。I'd like another chance. You only think you feel that way because you're on the verge of failure and you're without a core. See? No one else gets me. この小さなプリマドンナがあなたのお子さんでは、すべての大人はこの映画を楽しめるはずです。ハリウッドのミュージカルは死んだと言われていますが、ミュージカルを実際に作ろうとしてみて、初めてジェームズ・エル・ブルックス監督はそれを確信しました。久々の彼の作品はハリウッドを風刺したコメディです。I'll Do Anything のテスト試写が行われた時、俳優たちがいきなり歌い出すシーンが含まれていました。そう、ニック・ノルティがミュージカルコメディ風に歌ったのです。しかしコメディには笑いが必要です。試写を見ていた観客からの笑い声を聞けなかったため、ブルックス監督はせっかくのミュージカルシーンをカットしてしまいました。The most important thing to me about this movie was that it be true and it be funny. And I thought the way to get closer to the truth was with music, and instead what the music did was take us out of reality. ここでいう現実とは映画界のことです。ノルティは仕事に恵まれない俳優役を演じています。You didn't do the quack, huh? Stage direction says for him to quack. You didn't do it. Why would he quack when somebody is breaking up with him? Well, hopefully because it's funny. But this isn't a comedy. Yes, it's a comedy. Comedy? I think I need to make an adjustment here. 娘と再会したノルティの人生は複雑になっていきます。この娘役は新人のホイットニー・ライト。All right, Jeannie, listen. It was kind of fun. I don't like screaming that much because it hurts your voice that, and then you might get a cold. But I like the movie. この役を依頼する電話があった時、ライトはたったの4歳とちょっとでした。And she's recently gotten into kindergarten too. Kindergarten? First grade. But you went right into first grade, didn't you? You never went to kindergarten, right into first grade. ノルティは歌と踊りのミュージカルシーンをカットしたことは、他のうまくいかなかったシーンをカットしたことと全く変わらないと言います。I never have qualms with what a film becomes. Every film that I've ever done, from the page to the final product, is always different. Always different. So if you're asking me, can you do it differently? You don't want to talk, you just want to read. I say, ask him. He's the director. Mark Bailey for CNN Entertainment News, Los Angeles.三菱電機とアジアのアーティストたちが作るオリエンタルミュージカルレビューファンテイジア。あなたのアジアが動き出す。リホのビデオはテキパキ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 頭出し。250倍速で素早く巻き戻し。今日はオムレツを作りましょう。テキパキテキパキ頭出し。250倍速で素早く早送り。はい、出来上がり。テキパキするならこのビデオ。三菱の250倍速ビデオ。三菱ショウビズ。ゲイリー・オールドマンとレナ・オリンが共演している新作映画をご紹介しましょう。オールドマンは不正を働く警官を演じ、オリンはどんな女優も演じたことのないほどの悪女を演じています。題名は「ロミオ・イズ・ブリーディング」。血を流すのはロミオだけではありません。Don't ask me to kill him. I want you to kill him. I just want you to marry him. If he dies in the process, that's his problem. これは映画の一場面。レナ・オリンとゲイリー・オールドマン主演のこの映画ですが、血を流す場面が多すぎるのではないか気になるところです。I guess when people get shot, they bleed. You miss me, sweetheart.
There's nothing glorifying about the violence in this film. It smells. It's dirty. It's full of fear. I played both sides against the mill. I got caught. 主役のロミオを演じるのはドラキュラのゲイリー・オールドマンです。ロミオは悪徳警官でギャングに情報を流しています。Is in fact in love with money, in love with women. I gotcha. オールドマンの妻にアナベラ・シオラ、妾役にジュリエット・ルイス、レナ・オリンが男をたぶらかす悪女を演じます。She is bad. I mean, she's the worst. But yet she has this great energy, and she has this joy. I mean, she doesn't have any guilt, and I love the fact that it's so with no doubts and no guilt, and she's just bad. 悪役を演じるのは今回が初めて。It was great fun. It's always fun to play any kind of character that's on the edge or that's, you know, somehow extreme. I mean, Mona is slightly insane. オリンが映画の中で撃たれたのも初めてです。That was awful because I'm such a chicken myself, you know, so every time I would hear that gun, I would go like this, and you can't help it, you know. And Mona, she's so cool and she's so tough, you know, she wouldn't blink. 映画のタイトルがロミオが血を流しているですので、ゲイリー・オールドマン扮するロミオも当然撃たれます。Was it fun for you working with all that blood and all that makeup? No. It's very sticky. It's like jam, that stuff. You know, it's very unpleasant when all your clothes are sticking to you. 主役のロミオを演じるゲイリー・オールドマンと悪役レナ・オリンの2人が撃たれることまで話してしまって喋りすぎではないかと思われるかもしれませんが、まだまだです。撃たれても命拾いする人もいれば、撃たれて死んでしまう人もいます。あとは想像にお任せします。